ノバは人気のゲーム配信者なんですね。ゲーミング PC です。まさにゲーム配信者の方が好んで使うもののイメージにぴったりです。今回ご紹介するのは2023年お正月の新発売レゴフレンズノバの部屋41755番です。レゴフレンズは昨年発売10周年を迎えたのですが、この度大幅にリニューアルしまして、新たに8人の男女を主人公として全く新しい物語のアニメーションが公開されました。それに合わせてブロックのセットも今回お正月発売のものから新しいキャラクターでなんと20個ものセットが発売されました。その中からこの動画でご紹介するノバの部屋をはじめとしてリアンの部屋41739番、アリアの部屋41740番、レオの部屋41754番の4種類のお部屋を購入してきましたので順にご紹介しています。他の3部屋についてもぜひご覧いただければと思います。それでは早速ノバの部屋41755番をご紹介していきます。セット内容はパーツの袋が2袋、さらにプレート1枚、ステッカー1枚、説明書1冊です。完成したものがこちらになります。メインのお部屋の他にはミニフィグが2体と犬が1匹、付属品として工具台がついていました。それぞれ詳しく見ていきます。まずミニフィグは部屋の主のノバ、そして彼女と同じくゲーム好きの友達ザックです。ノバに関しても全てのパーツが今回初登場の固有パーツ。彼女の肌色はフレッシュ。旧バージョンで言うとオリビアと同じ肌色になります。白人と黒人の間に位置する色で、黄色みのレオやリアン、オリーと比べると赤みを帯びています。髪の毛は肩につくくらいのウェーブで、前髪はなくセンターパーツにしています。クールなノバにとてもよく似合う髪型。色はタン、いわゆる土色で、建物の壁や床によく使われてますよね。金髪の表現としてよく使われるのはブライトライトイエローですが、それよりは随分と暗い色です。欧米人などのいわゆるブロンドと言われる色だと、こっちのタンの方がむしろ近いような気もしますね。金髪にも色々というところですかね。頭頂部にパーツの穴があります。お顔です。まさにクールビューティーといった感じの少し気の強そうな表情。よく見ると眉がアシンメトリーですね。歪んでいます。目はオリーブグリーンで褐色の肌も相まってほんとかっこいい女の子ですね。トップスです。黒地のノースリーブで絵柄はゲームのコントローラーですね。ネオンカラーでカラフルな絵柄になっています。実はノバは人気のゲーム配信者なんですね。フォロワーもとても多いという設定がありました。アニメの第1話でもモブの女の子がオンラインゲームをしながら、このノバって人に全然勝てないんだよねというようなことを言っていました。こちらのトップスパーツは今のところこのセットのみに封入されたものです。ノバのトップスとしては同時発売のセットにこれを含めて3種類登場しているのですが、いずれもゲームモチーフらしき模様の T シャツになっています。やはりゲーマーというのが彼女のアイデンティティになっているのですね。ボトムは七分丈のパンツです。裾をロールアップしたようなデザインになっています。このタイプのパンツは今回初登場で、今のところノバ専用、この色のみ存在しています。今回のリニューアルでパンツの形がたくさん新しくなりましたね。この七分丈のパンツは女の子のコーデとして使いやすくて、女の子のパンツスタイルもこれから作りやすそうですね。旧フレンズだと女の子はほとんどスカートを履いていて、ショートパンツがあるぐらいだけだったので、バリエーションが増えて嬉しいです。靴はスニーカーかな？ダークターコイズ色です。ノバは手にスマホを持っていました。スマホのパーツは近年ものすごい種類が出ていますが、こちらのプリントパーツは今回初登場。今回ノバが登場しているセットすべてにこちらのスマホも登場。こちらのプリントとノバが強く結びついている印象です。本体はマゼンタで、どうやらこれもゲームの画面のようですね。モンスターのようなキャラクターが見えます。なんかメタモンみたいな感じ。ちなみにこのキャラクターをモチーフにしたトップスが存在しているので、ノバはよっぽどこのゲームが好きみたいですね。続いて友人のザックです。ノバとザックはハイスクールでこの度出会ったみたいですが、お互いゲームが好きということで意気投合したようですね。ザックも全てのパーツが専用でこの度初登場です。ザックの肌の色はダークブラウン。8人の中では一番黒いと言っていいのではないかと思います。同じ黒人と思われるアリアと比べても色が濃く見え、より赤みが強く出ているように思います。髪の毛は黒で、いわゆる2ブロックなのかな。上の方は
はドレッドにも見えなくもなくて、でも単にツンツン立っているだけにも見えます。ともかく後頭部の襟足はツルツルになっています。形、色ともに初登場のパーツでザック専用になっています。続いてお顔ですが、眉が激しく歪んでいて、口も片方の口角だけ上げたへっへーとにやつく表情ですね。ゲームをしている時の表情なのかなと思いますが、かなり煽っている顔と言えると思います。ザックはそういうお調子者っぽいところがありそうですよね。このパーツももちろん固有の新登場パーツですが、ザックのお顔としては他のセットには違う表情のものが封入されています。この眉が歪んだ表情はこのセットにのみ入っているみたいです。おそらくもう一つのニュートラルな表情が彼の基本の表情だと思われます。続いてトップスです。見頃が白、袖が青の T シャツですね。絵柄が面白くて、ピザとゲームコントローラー、そしてズズズズという眠っている音ですよね。食う、寝る、ゲームというまさに廃人の生活を表した絵柄です。ゲームマニアのザックにとっては自分のアイデンティティをよく表した少し自虐も込めた面白い模様ですね。このトップスは今のところザック専用で、しかもこのセットにのみ封入されています。ボトムも今のところこのセットのみに封入、ザック専用パーツです。ザックのボトムは全てこの形の色違いになっています。ミドル丈のカーゴパンツですね。お尻のところと膝の横にポケットがあります。これは赤なんですが、他には水色、白が入っているセットもありました。靴はスニーカータイプ。色はダークブルーです。靴紐が白で表現されているよくあるデザインのものです。ザックはノートパソコンを持っています。パーツとしてはよくあるもので、色もバリエーションがありますが、今回は黒が入っていました。画面はステッカーです。格闘ゲームらしき画面になっておりまして、後ほど紹介するノバが持っているパソコンにも同じゲームの画面が表示されているんですね。2人で通信対戦をしているのかなと思っています。続いてはノバの愛犬ピクルです。ピクルスとかピックルとか訳されている場合もあったんですが、英単語としてのピクルはいわゆる漬物のあれなので、日本語の語感としてはピクルスが近いのではないかなと思っています。ピクルのパーツは形、色を含めて初登場、ピクル専用のパーツになっています。今回ピクルはこのセットの他にはワンちゃんレスキューセンター41727番に封入されていました。そしてご覧いただいているようにピクルは車椅子を利用しています。後ろ足に問題があるようで、後ろにタイヤを装着しているんですね。こちらのタイヤをつけるためのハーネスがついているんですが、この色がピッカピカの蛍光イエローなんですね。レゴカラーで言うとバイブラントイエローというんですが、比較的新しく出た色でして、目がチカチカするくらい激しい色になっています。今回のノバの部屋のあちこちにこの色が使われています。ノバはピクルの他にも障害や怪我を抱える動物のお世話をする活動を精力的に行っているようなんです。今回発売のセットの中にも犬のレスキューだったり、リハビリセンターのようなことをする施設のセットがあります。そちらには他にも同じような車椅子を利用する犬などがたくさん通っているようでした。さて、そのピクルの車椅子なんですが、そちらのメンテナンスをするための作業台が付属しています。ノバの部屋のテーマカラーの一つでもある、先ほども紹介したバイブラントイエローのタイルが眩しいですね。スパナや金槌などの工具が常備されていて、台の上ではピクルがつけているものとは色違いの車輪が整備されている途中のようです。隣にはゼンマイのような部品が見えます。ゼンマイの足元にはローラースケートパーツがついていて、こちらも車輪で転がるような何か部品のようですね。作業台正面の壁には何やら設計図やメモが貼り付けられています。こちらはゲームオン 06PM ということで、6時にオンライン対戦の約束だったり、生配信の予定があるのか、そのリマインドのようです。付属品は以上です。お部屋の方を見ていきたいと思います。まさにゲーム配信者の部屋そのものという感じですね。おそらく照明は暗めで、壁がそれに似合うダークブルーになっています。他にもダークターコイズ、紫といった暗めのトーンと、何度も話題に上っているバイブラントイエローの蛍光色がゲームの世界への没入感を演出していますね。部屋の正面には大きな窓ガラスがあります。横幅が6ポッチ、高さはブロ
ロック6個分というなかなか類を見ない大きさになっています。こちらのガラスなんですが、透明ではなく薄く水色がかかっています。このあたりも部屋を暗く演出したいニーズと関係しているのかなと思ったりしています。その大きな窓ガラスの前に置かれているのがデスクと PC です。まさにゲーミングデスクにゲーミング PC、ゲーミングチェアというのが正しい表現なのかなと思います。表現としては天板であるダークターコイズのプレートがブロックの足の上に渡してあるだけのシンプルなものです。L 字型になっているのもお仕事や PC 関係を扱うのによく見られる仕様ですよね。デスクの上最も場所を取っているのがこちらのゲーミング PC です。PC といえばノートパソコンがすでに登場していました。こちらはザックが持ってきたものかもしれないんですが、同じセットの中で2台目のパソコンということで、やはりノバと PC は切っても切れない縁というところですね。パソコン本体とこちらのキーボード、ネオンカラー、レインボーカラーになっていて、まさにゲーム配信者の方が好んで使うもののイメージにぴったりです。本体を外してみました。このように透明パーツで表現されています。ゲーミング PC の中にはこんな風に本体がスケルトンになっていて、中のハードディスクだったり部品が見えるようになっているものよくありますよね。正面の部分にはファンも見えていて、さらにこれがネオンカラーに光っているんですよね。こちらの正面のファンの模様とキーボードの模様はステッカーです。キーボードの横にはひっそりと、本当にひっそりとマウスが置かれています。とても簡易的な表現なんですが、これマウスで間違いないですよね。ディスプレイですが、これはおそらくデュアルモニターというやつですね。おそらく生配信のチャット画面と実際のゲーム画面と両方を同時に確認できるようにしています。ゲームの画面はザックが持っていたノートパソコンと同じ絵柄、いずれもステッカーです。それぞれのディスプレイが独立してチルトします。ディスプレイの上部には照明なのかカメラなのかクリップパーツで取り付けられています。地味なんですが、このクリップが珍しいです。両側にクリップがついたバーで、それはありふれたものなんですが、クリップがね、このように90度ずれているんですね。パソコンの横、L 字になったデスクの家具の部分の正面の壁には作り付けの棚が見えます。こちらも例の蛍光黄色でビカビカに輝いています。それぞれにゲームコントローラーと何かカエルの置物、フィギュアが置かれています。こちらのコントローラーが嬉しいパーツですね。いわゆるプロコンと言われるような左右にグリップがついているようなものです。十字キーと右手側に4つのボタン、そしてジョイスティック、ぐりぐり回すやつですね。こちらがプリントで表現されています。このパーツ、フレンズでは初登場でないかと思いますね。これまでに登場したゲームコントローラーで言うと、こちらの真ん中がバーになっていて、ミニフィグが握れるようになっているものが登場していました。こちらのショッピングモールの動画でこちらのパーツを紹介しています。この新しいパーツはまさにゲームをする時のようにミニフィグに握らせることができます。ここがタイルと同じ厚みなので手に挟むことができるんですね。ただしミニフィグの腕の可動域の問題もあって片手ずつだけにはなってしまいます。もしくはタイルの裏側にポッチが1つありますので、このポッチを手に刺してこういった謎な持ち方も可能です。このポッチを棚のポッチに合わせてこうやって接着する仕様です。棚の下段のカエルのフィギュアです。カエルの形としてはよく見かけるパーツですが、こちらも色がどぎついんですね。マゼンタです。おそらくこれヤドクガエルですね。Amazon かなんかに生息する触っただけでやられるっていう怖いやつです。うちの娘もそうなんですけど、危険生物って子供の憧れですよね。図鑑とかでも危険生物ばっかり載ってるやつとかが発売されていて、ヤドクガエルなんかはまさにその界隈のエースで、この手のものが好きな子は必ず知っている生物ですね。ノバもその類で危険生物好きなのか、もしくは何かのゲームキャラクターなのかもしれないですね。こんないい場所に飾ってあるので、おそらくノバが大好きなもの、アイデンティティに大きく関わるものなんだと思います。そのまま目線を下げていきますと、デスクが L 字型につながってカウンターのようになっています。デスクの足に収納部がありまして、おそらくこれ冷蔵庫なんですね。中に缶ジュースが入っているので、缶ジュースはラウンドブロックにプルタブのプリントが入ったタイルというよくある表現です。部屋に冷蔵庫ってゲーム配信として暮らすには必須の設備ですよね。
カウンターの上にはまず PC の横にマイク。これもね、色が斬新。凸型のパーツとクリップパーツでスタンドも表現されています。配信者には必須の設備ですね。さらにはこちら、何かのフィギュアなのかなと思っているのですが、スタチュー、銅像パーツが置いてあります。よくトロフィーの表現としてゴールド色が登場するんですが、白は珍しいですね。その隣には何やらドクロが入ったガラスケースです。これも何かゲーム関係のフィギュアってことかな。透明のドーム型パーツの中にミニフィグの顔パーツのドクロプリントのものが入っています。そしてこの立派なデスクにセットされているのがこちらのゲーミングチェアです。さらに隣にはサブチェアもありまして、2人で並んでゲームができるようになっています。共に黒と紫のクールな配色で、このように回転することができます。クッション部分がこちらの金塊パーツで表現されていまして、この紫の金塊パーツが非常に貴重です。ただね、紫の金塊の利用価値が他にあるかどうかはちょっと不明ですけどね。こちらのメインのゲーミングチェアについては、背もたれ、枕部分、肘掛けがそれぞれクリップパーツで動くようになっています。そのまま右へ進みますと寝室コーナーになっています。丸みを帯びたふかふかとしていそうなベッドです。ゲーミングデスクとカラーコーディネートされたダークターコイズのベッドカバーになっています。屋根なんかによく使われるエッジが丸くなったパーツです。この丸屋根のコーナーパーツが非常に珍しいですね。こちらは足の不自由なピクルが車椅子でもベッドに上がってこられるようにスロープになっています。ピクルの足跡がついていますね。こちらの足跡はステッカーです。スロープの脇にはピクルの餌皿もあります。そしてこちらのベッドには秘密がありまして、このようにベッドを跳ね上げることができまして、下が収納になっています。何やら丸い円盤のようなもの、コーラル色のものがありますが、こちらはフライングディスクかなと解釈しています。ピクルのおもちゃですかね。トレーニングをしているのかもしれません。ベッドのヘッドボードの部分は、これまた鮮やかな黄色、バイブラントイエローのタイルがありまして、壁にはちょっとした飾り棚と星のライトかな、ガーランドがあります。こちら壁の装飾はステッカーです。その上には何かゲームの武器のようなものが飾られています。ライトセーバーみたいな。あの部分が稲妻のような形に光っているようです。フレンズでは見かけないですね。初登場みたいです。忍者号とか、それこそスターウォーズのセットにはよく入っています。やはり黄色とか水色とかがよくあるような気がして、このピンク色は少し珍しいですね。剣の柄の部分に使われているパーツが面白いです。よく見かけるのがこちらの黒い方。望遠鏡の表現によく使われているこちらはよく見かけるものです。よく似ていますが全く違うパーツで、このように稲妻のパーツなどを刺すことができる点は同じです。こういったバーとかミニフィグが手で持てる太さのものが刺さります。このポッチの周りに少し装飾がある点も違いますが、最大の違いがこちらの反対側のエッジです。こちら下側になるんですが、このように反対向きにブロックをつけることができます。こんな風に両方にポッチが出ているような付け方ができるところが使い道がいろいろとありそうで面白いパーツですよね。続いてこちらへ回り込みますと、本棚かな、壁に作り付けられたかのような棚があります。この棚と飾られているものはステッカーです。本がいくつかありますが、背表紙に書かれた字などは判別できないですね。あとはゲームコントローラーを模したトロフィーだと思われます。e スポーツの大会で優勝したんですかね。このトロフィーとっても可愛いですよね。そしてピクルの写真だったり、デジタル時計だったり、時計の上にはレゴブロックのようなものが見えますね。ブロックが置かれているのか、時計がそういうデザインなのか、時計とは別の何かオブジェなのか、現実にもレゴブロックの形をした収納ボックスなどありますので、その類かもしれませんね。そしてこれがこのセットでご紹介する最後になるのですが、こちらのシェルフに大きな秘密が隠されています。実はこちらのシェルフ、隠し扉になっておりまして、このようにスライドさせると中に2ポッチ分の空間が現れて、このように大きなポスターが貼ってあります。こちらはステッカーです。このポスターの絵柄なんですが、今回同時発売でレビューしました他のお部屋にもいくつか登場している絵柄でして、本の表紙などになっていたので、おそらく人気の恋愛漫画、恋愛小説か何かなのかなと思います。ゲームが大好きでクールに見せているノバなのですが、実は恋愛ものが好きみたいですね。しかもそれを隠している親友のザックにも内緒なのかななど思いました。
以上、今回はレゴフレンズノバの部屋41755番をご紹介しました。ゲーマーでかつ配信者、オタク文化にどっぷり使ったノバのクールで趣味に特化したインテリアのお部屋、障害を抱える動物を海外しく世話する愛情深い一面も見せつつ、最後にご紹介した最大の秘密も含め、いろいろな物語の詰まった盛りだくさんなお部屋でした。レゴフレンズの新シリーズの8人はいずれもそうなんですけど、このノバも心の内に深いものを隠していそうなので、これからそれが描かれていくのが楽しみですね。本日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。他のレゴフレンズのセットについてもプレイリストにまとめています。レゴブロックの他には3歳から10歳くらいまでのお子様を持つ親御様を対象にボードゲーム、カードゲームなどの知育玩具の紹介もしています。チャンネル登録をしてぜひお楽しみください。それではまた。